はい、セリカさんです。今回はマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期メカニカルクリアを初心者でもできる透明になる蛍光塗料を使った塗装方法を解説していきます。他にも内部フレームをシルバースプレーで塗装した時にどんな見た目の違いが出るかなども確認していきます。それでは早速作業していきましょう。まずは仮組みの状態を確認していきます。映像の通り外装パーツは全て透明のクリアパーツで構成されています。また内部フレームに固定するサイコフレームまで透明のクリアパーツになっています。内部フレームはブラックのメタリック風パーツで構成されて外装がクリアパーツなのでしっかり見えるようになっています。メカニカルクリアのガンプラは内部フレームを塗装したら見栄えが特に変わりますが、全部をシルバーにしたらどんな見た目になるのか気になったので今回実験してみます。パッケージは白黒のシンプルなデザインになっています。一般販売品のパッケージと比べてこのガンプラ用にほんの少しだけ変わっています。一般販売品を持ってないので画像を載せれないですが、気になったら調べてみてください。次に塗装していくので分解していきます。ほぼ同じ色のパーツしかないので分解するときは部位ごとにパーツを分けて保存しておくと元に戻すときに作業がスムーズになります。蛍光塗料はマジックルミノペイントのグリーンを使用します。他にもブルーやレッドもあるので好みの色を買ってください。田舎だとお店で売ってないと思うのでネットで探した方が早いと思います。店にもよりますが1本 50ml で1100円前後で買えると思います。この塗料はホワイトの見た目ですが乾燥すると透明になる性質があります。なので透明のクリアパーツに影響が少なく塗装できます。試しに透明のプラ板にこの塗料を塗ってどうなるのか確認します。塗料が乾燥するとこのように透明になります。1日放置して乾燥させたのでどのくらいの時間で透明になるかは確認してません。塗膜は硬いゼリーの膜ができるような感じで普通の塗料の塗膜とは感触が違います。これにブラックライトを当ててみます。ブラックライトを当てると塗装した部分が発光します。365ナノメーターのブラックライトならグリーンに限らずレッドとブルーもしっかり発光してくれるとメーカーのカタログに書いてあります。ブラックライトの波長によって発光の強さが違うみたいなのでメーカーのホームページから使用を確認した方がいいです。軽くですがレッドとブルーも紹介しておきます。グリーンと同じように最初はホワイトですが乾燥すると透明になります。またブラックライトを当てるとそれぞれの色で発光してくれます。容量と値段もグリーンと同じぐらいで買えると思います。ついでに塗料の剥がし方も確認していきます。剥がし方は簡単でマジックリンで塗膜をふやかして剥がすだけです。映像では綿棒に含ませて作業してますが面倒なら直接マジックリンをかけても大丈夫です。塗膜を剥がした後はブラックライトを当てて確認します。割と綺麗に剥がれてくれるので特に難しいことはないです。失敗しても簡単に落とせるので気軽に塗装しましょう。塗料の紹介が終わったので塗装していきます。作業自体は単純で筆でパーツの合わせ目部分を塗装していくだけです。筆で塗料を伸ばすというより塗料を置く感じで作業すると塗装しやすいです。パーツの合わせ目部分はパーツの厚みがあるし形状も単純なのでパーツ表面を塗装するより簡単です。塗料がパーツにうまく乗らない時があるので2度塗りぐらいはした方がいいです。塗料が乾燥したらパーツを確認します。さっきのパーツと違いますがやっている塗装はさっきと同じです。塗料が透明になるし合わせ目部分にしか塗装してないので透明のクリアパーツの見た目が維持されます。これにブラックライトを当ててみます。ブラックライトを当てると塗装した部分が発光するのですがパーツが透明だと光が透き通るのでパーツ全体が発光しているような見た目になります。パーツ表面を塗装しなくてもこんな見た目になってくれるので合わせ目部分にだけ塗装しました。あとは他のクリアパーツも同じように塗装していくだけです。蛍光塗装に使った筆の洗浄はマジックリンで塗料を落としてから水できれいにします。この塗料に限らず水性塗料を使った筆もきれいにするときはだいたいこの方法にしています。最後にブラックライトを当てて塗料の落ち具合を確認します。筆の根元あたりは塗料が溜まりやすく残ったりするので爪楊枝や綿棒とかでこすって落とすといいです。どうしても心配な人はこの蛍光塗料用の筆を用意して作業した方がいいです。今回の作業内容なら100均の筆でも十分できます。ここからは内部フレームを塗装するのですがある程度組み立てた状態でスプレー塗装していきます。組み立てた後に持ち手をつけてから作業していきます。ベランダで塗装するので新聞紙で養生しておきます。余談ですがこの作業をしている時は午後3時ぐらいの暑い時間にやったので本当に地獄でした。暑い夏の時期に外で作業する時は何をやるにしても熱中症には気をつけてください。養生ができたらパーツに塗装していきます。スプレー塗装はパーツの外から吹き始めてパーツの外で吹くのをやめるやり方を意識してやっています。下地の色がブラックでシルバーだと明るくなりにくいので好みの色に発色するまで重ね塗りをした方がいいです。このスプレーは容量も多いので容量を気にせず重ね塗りをしやすいです。内部フレームを全部塗装しちゃったのでランナーのタグと比較してみます。今回は3回重ね塗りをしました。下地の色がブラックなので渋い見た目のシルバーになっています。もっと重ね塗りをすれば明るくなりそうですがこの見た目が気に入ったのでこれぐらいで塗装を終わりにしました。他の動画でもこのスプレーで塗装してい
るので、気になったらコメント欄のリンクから確認してください。サイコフレームは透明のクリアパーツのままだと目立たないので、クリア系塗料の蛍光グリーンで塗装しました。パーツは小さいものが多く、筆で塗装してもムラとかが目立ちにくいので簡単に塗装しました。クリア系塗料なのでパーツに色はつきますが、透けている見た目になります。塗装したパーツを近くで見ると塗装の雑さが目立ちますが、小さいパーツなので気にしないようにしました。ブラックライトを当てると蛍光塗料なので発光します。発光させる目的がないなら普通のクリア系塗料を使ってもいいと思います。ここまで終わったら組み立ててからデカールを貼っていきます。デカールはある程度組み立てた状態で貼っていきます。組み立てた方がデカールの貼る位置を把握しやすいのでこのようにしています。このガンプラには水転写式デカールが付属しているのでこれを使っていきます。ただ今回は大きい見た目のデカールだけしか使わなかったです。水転写式デカールを貼るのですが、小さいデカールは透明のクリアパーツに貼ってもあまり目立たないので貼りませんでした。映像のような大きいデカールはそこそこ見えますが、それでも見えにくいと思います。パーツに色がないので見えにくくなっていると思いますが、効果が実感しにくいので今回は少しだけ貼って終わりにしました。最後に光沢のクリアを吹き付けます。一応デカールも貼っているのでそれの保護目的もありますし、単純に見た目を整える目的でもあります。本当はこの作業もスプレーでやる予定でしたが、外があまりにも暑くて嫌になったのでクーラーのついた部屋で作業しました。トップコートが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。外装パーツは蛍光塗料を塗ったこと以外仮組みからそこまで変化はありません。内部フレームはシルバーで塗装することでかなり明るい印象になりました。今回はシルバーだけで実験してみましたが、他の色も組み合わせるとより情報量が増えて面白い見た目になると思います。ブラックライトを当てるとこのように発光してくれます。塗料を塗った合わせ目部分が強く発光して、その光がパーツを透き通って薄く光っているように見えます。ちなみにビームライフルとバズーカは塗装していませんが、蛍光塗装していないパーツとの比較のためにそのようにしています。このガンプラには専用の台座とフィンファンネル固定用のパーツが付属しています。取り付け方もファンネルを曲げて固定用パーツを入れて、それを台座に固定するだけです。ファンネル固定用のパーツを自作するのは面倒なので助かります。この台座とファンネル固定用パーツは通常商品にも付属しています。通常商品のニューガンダムを持ってないので比較できないですが、多分メカニカルクリア用の特別仕様に変更されてないと思います。フィンファンネルでも蛍光塗料で一個一個塗装しているので、それぞれブラックライトを当てれば発光してくれます。広範囲を照射できる365ナノメーターのブラックライトを持ってないので、全体を一気に発光させられないのが残念です。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。